こんにちは、カピとリップのカピです。今回は東京文京区本郷をゆるっとお散歩します。本郷は上野駅から近く、東京大学がある町としても有名です。喫茶店や公園に立ち寄りながら、坂のある町を一緒にのんびり散策していきましょう。早速東京大学の近くにある喫茶店に向かっています。私の大好きな喫茶店、喫茶ルオーです。昔ながらの喫茶店という見た目です。セイロンカレーを食べてきました。午前中に訪問したので人も少なく、落ち着いた雰囲気の店内でゆっくりしてきました。ルオーを出まして北の方に向かっています。ちょっと本郷通りという通り歩いてるんですが、交通量が多いので、ちょっと車の音が結構入ってます。この辺で確か右に曲がると美味しい食堂があるんですけど、お店の前だけ移しに行きます。こちらの食堂ですね。東大生とともに明治川食堂森川さんです。元の道に戻って赤門の方まで行きます。見えてきたかな。左手に赤門まで到着しました。今工事中で門が閉まってますが、工事期間に入る前は普通の門として通過できたはずです。はい、現在は閉門中の赤門です。この状態も結構レアですね。そんでやっぱり今閉まってるのは多分耐震的な工事のためだと思われます。2027年の開門を目指し寄付募ってるそうです。ではさらに赤門から南の方に向かって菊坂という坂があるみたいなので、それを下って春日通りの方から春日とか後楽園とか西の方に坂を下っていく道へと向かいたいと思います。で、左側東大の敷地なんですけど、ずっと赤レンガの壁が続いております。本郷通り沿いに。本郷通りから西に曲がりまして、こちらが菊坂です。ちょっとだけ下ってますね。ちょっと行きたかった喫茶店を求めて菊坂から一本それました。本郷通りの裏側一本入ったところは住宅地となっております。金魚坂っていう喫茶店だったと思うんだけど、ありました。すごい細い道でちょっと坂道になってます。金魚坂、ちょっと見えてきた。コーヒー中国茶食事はまき。めちゃめちゃなんか雰囲気良さそうで気になってるんですけど、まだ入ったことなくて、ちょっとカレー食べた後じゃなければ行ってみたかったです。なんかこの自販機は
東京大学150周年を寄付で応援しています。シンス1877。ということは2027年で東京大学150周年か。それに向けてアコモもあれですか、2027年の開門を目指してるっていうことなんですかね。竹坂歩いてますが、坂道が多いですね。竹坂の説明看板がありました。この辺一帯に菊畑があり、菊花を作り候ものがたくさんいたので菊坂と言ったらしいです。初めて知った。で、どんどん西に向かって歩いていきます。文京区のコミュニティバスも通ってますね。ビーグル。菊坂からそれて梨木坂という坂を北側に向かって登っていきます。この辺は戸建ての住宅プラスちょっとマンションっていう感じです。結構上がるな。本郷5丁目ですね。良い感じの旅館ですね。芳名館が見えてきました。今はもう旅館としての営業をやめてるんですが、日中人に貸したりとかはしてるみたいなので、レンタルスペースみたいな感じで使われてるんですかね。登録有形文化財になっています。こんな感じの立派な建物ですね。芳名館から下っていく脇の道なんですが、めちゃめちゃ急です。多分動画でもわかるんじゃないかな。ものすごい下ってて、自転車乗ってる人も押して上がってましたね。奥に見えるビルが春日とか後楽園の方のビルなのかな。多分一回下ったんですが、なんかちょっと台地の上に公園があった気がするぐらい、ちょっとうねうねと移動して公園の方に向かっております。見ました。文京区立清和公園かな。大きな公園というわけではないんですが、なんか崖のところにね、ちょうど作られてて、こんな感じ。よいしょ。階段になってて、こっちが春日後楽園の方で、こっち側が本郷台地のちょうど崖のところにあるような公園となっております。公園から階段下って春日の方かなに降りて、住所上の本郷の端っこのあたりまで行きたいと思います。こんな感じで公園の上と下で結構高低差がありまして、この階段の人通りが割と多かったです。さあ、公園から下るともう交通量の多そうな通りが見えてきまして、後楽園の遊園地、東京ドームシティ、この辺がもう結構近いです。車通りもかなり多いですね。人がめっちゃ並んでるんですけど、何ですか？アブランシュゲネさんという洋菓子屋さんみたいですね。で、それの行列みたいです。ものすごい行列。結構人気のお店なんじゃないかなと思います。と言ってる間に遊園地のジェットコースター見えてきました。観覧車もあるのか。
観覧車も見えてきました。現在水道橋の方に向かって歩いてます。これが東京ドームシティ遊園地で、手前に見えている高架が丸の内線の高架なんですが、来た、めっちゃタイミングよく来た。すごい、撮り始めた瞬間丸の内線が通過していきました。やった、東京ドームのところまで来ましたね。遊園地があって、ホテルとかもあって、でさらにこの先行くと、水道橋の駅です。焼き鳥の秋吉がありました。福井県民御用達、東京にもあるようです。帰省するたびに結構食べてるんで、偶然なんかお店で会えてよかったですね。水道橋の駅来て、中央線でいいのか通ってます。ちょうどまた撮り始めから電車来ました。交差点名も水道橋という交差点みたいです。でこっからまた本郷の台地の方へ坂を登っていきます。ちょっと行きたい公園があるので、そこに向かってまた坂を登るお散歩となりそうです。このまままっすぐ行くとお茶の水まで行けますね。歩くとちょっとかかるけど、そこまで遠くはないと思います。来たかった公園がめちゃめちゃ工事中でした。元町公園というんですが、11月下旬までみたいです。工事は完成イメージはこんな感じ。元の復興小公園はどのくらい名残があるんだろう。ちょっと上の方だけちらっと見えたので、公園の記録のために写しておきます。こんな感じです。さあ、復興小公園と言ったんですけど、関東大震災の時に、公園とかが火災の延焼を防ぐ役割を一部果たしたっていうのがあって、復興の時に、公園を作ろうっていうので作られたのは復興小公園ということだそうです。右手の緑は神田川ですね。神田川が流れております。でその向こうに中央線、総武線、JR が走っております。でちょっと逆の方へ向かって行きたかったとこ来れました。本郷給水所公園、文京区立、昭和51年12月開園だそうです。下が給水所で、その2階レベルに公園が作られてるのかな。2階レベルだけあってビルが低く見えるというか、空が広く見えますね。結構子連れの方もいらっしゃいます。はい、休憩中でございます。本郷お散歩の休憩としては最適です。さて、公園の近くにある東京都水道歴史館かなに向かって降りていきたいと思います。どっから降りるんだ？東京都水道歴史館です。この奥がさっき言った公園となっております。多分中動画とか撮れないので、中の様子は実際に訪問して
楽しんでみてください。水道歴史館でかなり展示充実してて、なんか江戸時代の木碑、水道管やねが展示されてたり、あと映像の展示も結構あったりして、江戸から近現代を通した水道の歴史がめちゃ分かりやすく展示されてました。何より無料で入れます。住所上は本郷2丁目なので、本郷散歩のお供にぜひどうぞ。はい、本郷通りですかね。国道17号まで戻ってまいりました。本郷の台地の上ですね。ここからちょっとなんか良さそうなカフェあるんで、そこで休憩して本郷散歩終わりたいかなと思っております。この本郷通り、国道17号が、尾根筋といいますか、ちょっと高い台地の上を通っている通りで、そのまままっすぐ行くと最初の東京大学を戻ることができます。マンションの1階に入っているプラスワンコーヒーさんというカフェです。ちょっと行ってみます。というわけでクロワッサンとカフェオレいただいてきました。めっちゃ美味しかったです。クロワッサンおすすめというわけで、ゆっくりランチもいただけたので、この辺で本郷散歩終わりとしたいと思います。それではバイバーイ。今回は文京区本郷をお散歩してきました。ご視聴ありがとうございました。